こんにちは。 ADV160 おじさんでございます。今回は ADV160 の積載性能の優秀さを実演したいと思います。ご覧の通りセンタートンネルバックにメットインスペース、これだけでも積載量十分なんですが、タンデムシートの上に折りたたみコンテナ、この中身はですね、完成品のプラモデルが3個入っております。その後ろにはホーム線箱、この中は一眼レフカメラとレンズ満載で、その上にカメラマウント三脚を使っております。ホーム線箱に関しては固定力強化のために金属ステーを使って合計8本のボルトで留めるように改良を施しております。それでは実際に走ってみましょう。現在国道14号線の亀戸の辺りを走っておりますね。今回の目的地は秋葉原の電気街なんですけれども、なんでそちらに向かっているかと言いますと、中央通りにあるボークスさんというホビーショップで模型のコンテストを行っておりまして、こちらの方に作品を出展するために、作品を持ち込むのためにバイク ADV160 を使ってプラモを運送しております。こうやってカメラで下を覗いてみるとしっかりと荷物が固定されているのがよくわかるかと思いますけれども、これだけの荷物を積んでもしっかりと移動ができるような形になりますので、 ADV160 本当に輸送力も優秀なんではないのかなと思います。もちろんこれだけ積んでも走りの特性は全く変わらないですね。中身自体が5キロ6キロあるかないかぐらいなんですけれども、それぐらいの重量であればタンデムシートに人一人乗せるよりもはるかに軽いので、走行性能が大きく変わるということはないかと思いますけれども、支障なく走れている状態です。でこのまままっすぐ14号線を進んでいっても秋葉原には到達するんですけれども、今回秋葉原の UDX の地下駐車場にバイクを止めたいなと思っておりまして、このまんままっすぐ行くと秋葉原の目的地付近でちょっとスムーズにいかないので、一旦迂回をしていきたいと思います。この先亀戸の駅前の交差点を右折しまして、一本隣にある蔵前橋通りに入って末広町の交差点を左折する形で秋葉原の電気街、中央通りですね、そちらの方に入るようなルートで行きたいと思っております。こちら亀戸の駅前ですね。この先少し行ったところから蔵前橋通りになります。そこまで一旦シーンの方は飛ばしてまいります。蔵前橋通りに入りまして、このまま一路まっすぐ秋葉原を目指していく形になります。カメラの方は三脚を使って固定したことでブレが前回の動画よりもだいぶ少なくなりましたね。この固定方法かなりおすすめできるかと思います。三脚とクランプマウントをうまく使うとこの形が作れるので、ぜひやってみてください。で間もなくこの先橋を越えたところから墨田区に入るんですけれども、今回ですね、これ日曜日の朝10時ちょっと前なんですけれども、非常に交通がスムーズでして、墨田区に入ってからその先隅田川を渡ってちょっとしたところから台東区になるんですけれども、そこまで丸々ノンストップで行けたので、早回しを含めながらノンストップノーカットでご覧いただこうかなと思います。右手にはスカイツリーが見えますね。いかにも墨田区という感じの景色でございます。はい、この橋を越えまして、ここから墨田区に入ります。この先少し早回しで見ていきたいと思います。はい、こちら錦糸町オリナスですね。この先が JR の錦糸町駅で、最終的に隅田川を渡った先浅草橋の駅前ぐらいまでノンストップになるので、丸々2駅3駅分ぐらい止まらずに走れたという計算です。先ほどカメラも回転させてみましたけれども、日曜日の午前中都心でもこれぐらい交通量が少ない時間というのがありますので、都心の方を走るのを楽しみたいという人は休日の朝方を狙うのがいいかもしれないですね。まもなく隅田川にかかります。こちら蔵前橋ですね。こちらを渡りまして、ここから台東区に入って蔵前警察署の前まで見事ノンストップでやってまいりました。末広町の駅前の交差点を左折しまして、ここから電気街ですね。電気街もまだ朝早い時間はそんなに人が多くないです。お昼になるとこの道歩行者天国になってバイクも車も通れなくなるので、そこは気をつけて走るようにいたしましょう。少し信号待ちなので飛ばしまして、
今回プラモデルを飾らせていただくボークスさんですね。ボークスさんの秋葉原ホビー天国2という店舗になるんですけれども、こちら向かって左側、今ドン・キホーテとアニメイトの前を過ぎた先ですね。このセガのゲームセンターの隣にある、このホビーは心の支えって書いてあるビルがボークスさんになります。こちらの方にお納めしたいんですけれども、 UDX の駐車場、この裏手になりますので、一旦道なりに建物沿いに回り込むような形で進んでいきたいと思います。ビッグカメラさんの横をですね進んでいきまして、この先山手線のガードがありますけれども、この手前 UDX の建物になるんですけれども、この建物に沿うような形で左折をします。でこの先に消防署があるんですけど、その手前が UDX の地下駐車場の入り口になりますね。看板出てるんですけれども、街路樹があったりとかでちょっと見にくいので気をつけるようにして走っていきましょう。この先間もなくですね、ちょっと木に隠れて分かりづらいですけど、はい、看板見えてまいりまして、ここが UDX の地下駐車場の入り口となります。歩行者の方が今いたので、そちらが通り過ぎるまで一旦停止で待ちたいと思います。こちらの入り口、高さ制限 2.4 メートルということで、このカメラのマウントちょっとギリギリでしたけれども、なんとか入れました。こうやって上を見てみると結構ギリギリですね。はい、この先坂道を下っていって、右側がバイク専用のレーンになります。若干狭いので気をつけましょう。ゲートの前で一旦停止をして駐車券を受け取るスタイルの駐車場になりますね。はい、こちらで駐車券を発行します。でゲートが開いたら道なりに進んで、右側に、右側じゃないですね、左側に向かって突き当たりを右に行くとバイクの駐車場です。突き当たりの柱のところに大きくバイクって書いてあるので、まず迷うことはないかなと思います。合流車両に注意しながら、最徐行で進んでいくようにしましょう。はい、見えてまいりました。左側が UDX のバイクの地下駐車場になります。地下なんで当然雨風も大きくしのげますし、これだけの立地で1日最大1000円というのはかなり格安の本当におすすめの駐車場なのではないかなと思っております。駐車場からエレベーターを使って地上に上がってまいりまして、出口を出るともう真正面が、先ほど目の前を通り過ぎたボークス秋葉原ホビー天国2の店舗になりますね。こちらの方に作品を収めに行きたいと思います。はい、無事に作品を収めてきて、カメラは中華アクションカメラを自撮りアングルというところに切り替えさせていただきましたが、ご覧の通りやっぱ画質とか色合いとかにだいぶ課題があるので、ちょっと新しいカメラもう一台買い増ししたいかなと思っております。で収めた作品ですけれども、こちらの3作品ですね、ご覧ください。なかなかうまくできたんじゃないのかなと思います。現在のところこのコンテスト3大会連続で入賞してますので、今回4大会連続なんとか取りたいなと思っております。作品の方は8月の頭、入賞すれば8月末までお店の方に飾らせていただく予定となっております。7月の7日からコンテストの投票がお店の方で始まりますので、秋葉原に行かれた際、ぜひお店の方でコンテストの投票よろしくお願いいたします。それでは今回の動画はここまでとなります。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは。